あの忌まわしき西宮事変から数十年、経済的復興を遂げた令和 XX 年の八戸を舞台に衝突する二つの勢力があった。八戸を実効支配する巨大複合企業パーシアスエンタープライズ、その権力基盤を支える私兵集団ヌルズと彼らに加担する超人たち、後の世に言う八戸豊洲コネクション。こちらヨーク、ただいまチャーリーさんが一人で構成中、応援頼みます。対して自立と平穏を市民の手に取り戻すため、強権的なパーシアスに立ち向かう、後に内丸市政派と呼ばれる市民の中の有志たち。そして時折彼らに助力する一人の怪人物、その名をシーガルマ。その封筒ですか。問題の書類は。よく、応援は応答ありません。どれ？よく、応援は来ない。なんででしょう。電源が入ってない。いけね。こちらヨーク、応援頼みます。急ぎ目で頼む。公文書を偽造して行政所有の土地を二足三門で買いたたき、天津さえ市民のために用意された公園を閉鎖して化学兵器の製造プラントの建設をお望みとは、俺はさすがに度が過ぎると思うんですが、お二人はどう思われます？なんとも思わんさ。どうせ俺たちには上の決定に文句を言う権利なんかない。そうおっしゃらんでください。少しばかり話し合うだけでも妥当な落としどころが見つかるかもしれないじゃありませんか。よく、応援は来ます。よし、コールだか。コールダーさんは病み上がりで無理できないそうです。それじゃシャークの坊やか。まあいいか。シャークさんはこの前ヌルズ内に粉砕バットのマルチ商法を蔓延させた件で謹慎中です。ってことは、まさか。久しいな、シーガルマ。クロロフィル。いかに。よく、はい？絶対に余計なことは言うなよ。え？余計なこと？ヌルズご飯のチャーリーにヨークとお見受けする。ああ、私はクロロフィルというものだ。いつも4班の面々には世話になっている。4班のイージーからは話は聞いている。よろしく頼む。任されよ。すごい。確かヤッコさんは人と植物の遺伝子から合成された動力人間。その主な能力は植物全般との意思疎通。シーガルマ、公園南西側の桜たちによれば、自動販売機で栄養ドリンク5杯を購入し一気飲みしている。おそらく戦闘前から消耗していたな。さらにその先のバラたちからは階段を下る際、無意識に左足をかばう仕草が見受けられたと聞いた。どうやら負傷しているらしいな。この公園の植物すべてがあんたの味方か。相変わらず恐ろしいやつだ。そして私は今ここに生息している芝生たちから呼吸のペース、足さばき、視線の方向といった貴様の情報を入手した。一挙一動足お見通しだ。すでに貴様には正気はない。すごい。
雑草とも意思疎通ができるんですね。今、何と言った？え、雑草と意思疎通できるんですよね。雑草だと！えどうしたクロロフィル？バイタリウムブラスター、スタンバイ。不愉快だ。帰らせてみろ。何かまずいこと言っちゃいました？雑草などという名前の植物は存在しない。え、でも、ここに生息しているのは高麗芝だ。雑草ではない。貴様のような輩に助力はせん。他のものを頼るがいい。待ってくれ、クロロフィル。スケルトンには今日の敗北は私の責任であると言っておく。貴様らもとっとと帰れ。チャーリーさん、私、まずいこと言っちゃいました？そのようだ。シーガルマン。ちょっと待っててくれ。と言いますと？ヨークと一緒にクロロフィルを連れ戻しに行ってくる。それ、こちらに何のメリットがあるんです？頼む！この通りだ！いや、よしてください、チャーリーさん。コールダーもシャークの坊やも前線に出てこれない今、唯一こちら側で実動できる超人を凝らせて協力関係を打ち切られました。なんて言ったら、俺たちヌルズ全員連帯責任でどんな目に遭わされるかわからない。どうか情けをかけてくれ。チャーリーさん、顔をお上げください。それじゃあ5分だけ時間を潰してきます。ですが、こちらもお役目をいただいている身です。それ以降は、どんな手段を講じても、そちらの書類を奪いに参上しますね。わかった。恩に切る。行くぞ、ヨーク。出店にかき氷でも食べに行こうか。チャーリーさん、いました。よかった。どうしましょう。っ4班の連中から聞いた通りだったな。て言うと、植物関係の話題になると地雷が多すぎてすぐへそを曲げるそうだ。なんて面倒な。だから今まで地雷に慣れている4班の連中に面倒を任されていたんだが、4班の連中がまだ入院中で、コールダーとシャークの坊やはあの始末だろう。それで、私はどうすれば。2人で頭を下げるしかない。何の用だ？さっきはすみませんでした。謝る相手が違うと思うが。え？謝るべきは貴様が雑草呼ばわりした彼らではないか。すみませんでした。雑草って呼んで。もういい。彼らは貴様らを笑って許してくれている。
クロロフィル、どうか戻ってきて、シーガルマンと戦ってくれないか。さて、どうしたものか。謝ったのに。そもそも、私が貴様らパーシアスに助力するのは、この八戸の地に生きとしける植物たちの安全地帯を、その財力をもって種差しに作る確約のもとであったが、末端とはいえ、そのパーシアスの者たちの性根がこれではな。やはり味方する相手を間違えたか。至らない点が多いことは謝る。だが、今や俺たちにはあんたの力が必要だ。皆はどう思う？ふん。そうか。そうだな。もしかして芝生と話してます？高麗芝たちは、なんて言ってる？人間の言葉で言うなら、すぐ頭に血が上って誰彼構わず喧嘩をふっかけるのがあなたの悪い癖だ。一度は相手と腹を割って話してみるのもいいんじゃないかという具合か。頭が痛いな。高麗芝が？彼らは植物の中でも特に理知的なんだ。なんだか、踏みつけるのが悪いな。彼らは貴様にこう言っている。踏みつけにされるのには慣れているから気にしなくていい。その気持ちだけで嬉しい。と。クロロフィル、よかったらこの後、一緒に飯でも行かないか？そこで腹を割って話そう。なんか好きなもんあるか？っていうか、食べれるんですか？肉だ。肉？ああ。何もしなければ光合成で得た栄養だけで生きていけるのだが、このように戦闘ともなると、動物性タンパク質を摂取しなければ体が持たない。よって、肉が必要だ。食肉植物。よし、クロロフィル。すまないが一旦シーガルマンを倒してくれ。その後、この公園のバーベキューサイトで肉を食べながらこれからについて話し合おう。わかった。とりあえず、今回だけは貴様らに助力するとしよう。ふん、いい肉を期待するぞ。よく。はい。旭ヶ丘にいい肉屋がある。チョイスは任せるから3人分調達してきてくれ。了解っす。ひとっ走り行ってきます。領収書忘れるなよ。よし、そろそろシーガルマンが戻ってくる頃だ。すみません。お加減はいかがでしょう？それは何より。こちらも矢が飛んでくることもなく、無事にかき氷を堪能できました。シーガルマン、貴様に恨みはないが、植物たちの未来のため、犠牲となってもらう。戻りました。早いな。あれ？もしかして、シーガルマン、倒しそうだ。マジっすか？クロロさん、おめでとうございます。ああ、ありがとう。ほら、たくさんお肉買ってきましたよ。豚、牛、鳥、羊。ふんふん。バラにカルビにイチボにモモ。おお、スペアリブもいいな。ですよね。あと、
きちんと野菜も買ってきました。何？バーベキューは肉と野菜をバランスよく食べなきゃダメですから。定番のサンチュに玉ねぎ、もやしはたくさんあります。え？なんて残酷なことを。何かし、よくもこんなことができたな。この山頂、けなげに暮らしていたところを根元から力ずくでむしり取られた。この無残にも輪切りにされた玉ねぎは来年にはたくさんの種を実らせ、その命を次の世代につないでいくはずだった。もやしたちは発芽した時から暗い場所に押し込められ、日の光を浴びる頃には捕食される残酷な結末が待っている。こちらの合図でレーザードマグナムを打ち込んでくれればいい。あとは俺がやはりケリをつける。どうやらこれ以上貴様らに加担するわけにはいかないようだ。シーガルマン、なんだ？以前貴様から申し出を受けたことがあったな。人手がいる。こちら側につかないか、と。言ったな。その申し出、受けさせてもらう。そんな。ありがたい申し出だが、すまない。なぜだ？俺も最近、肉より野菜を食うことが多い。それゆえに、私と手は組めぬと。植物であろうと、動物であろうと、人間であろうと、その命の価値は皆平等。ゆえに、食って病気になるんでなければ、すべて平等に敬意を払って捕食すべし。というのが、現状の俺の意見なんだが、あんた、どう思う？なんと乱暴な！もちろん、あくまで俺個人の主張だ。それはそれとして、あんたの主義主張は最大限尊重させてもらう。もしあんたと食事に行くなら、誓ってその場では植物由来のものは食べない。だが、クロロフィル、あんたはこちらの思考を許容できるか？それは。ついでに言うと、こちらの支援者には農家や農協関係の人間も多い。もしあんたがカッとなってそちら関係の人に手を出そうもんなら、俺の仕事が激増する。そういうわけだ。すまないな。ならば仕方あるまい。もしや植物の声が聞こえなくなったか？なぜそれを？つい先刻まで防がれていた攻撃が急に通るようになったもんだからな。高麗芝たちよ、なぜ答えてくれない？何？どうしたんでしょう。おそらく高麗芝たちと揉めてるんじゃないのか？高麗芝たちに怒られた。ああ、ご愁傷様。あなたが頭を冷やすまで力を貸すことはできない、と。落ち込んでいるところすまないが、もう一つ現状報告をしておこうか。現状だと？あんた、八戸での植物の保護を条件にパーシアスと組んだと言っていたな。その通りだ。だとしたらだ、今さら向こうを裏切るのは、はっきり言って悪手だ。なぜだ？
パーシアスの会長が直々に条件を提示したなら、あの人は決めた約束は必ず守る。だが、同時に裏切り者は絶対に許さない。なんだと。メンツを潰されて黙っていられる立場の人じゃないからな。下手をすると国を巻き込んででも報復のために種差しから豊崎に至るまで八戸全域に除草剤を巻きかねないぞ、会長は。なんと。残念だがこれはハッタリじゃない。あんたの組んだ相手は大真面目にそういうことをする人だ。もしそうなれば俺も八戸から植物が消されるのを阻止することは難しい。気の毒だが、今までのあんたのように正義の怒りでやっていける社会なんてもう存在しない。クロロフィル、今のあんたが選べる道は2つだ。八戸のすべての植物を危険にさらしてでもパーシアスを撃つか、それともパーシアスの支配を受け入れて植物たちの命乞いをしながら残りの人生を過ごすか。どうする？前者ならもちろん俺はあんたに味方するし、最後まで一緒に戦わせてもらう。そしてもし後者であっても俺はあんたの選択を尊重する。ヨーク、チャーリー、これまでの非礼、心からお詫びをする。クロロさん。特にヨーク、先ほどはすまなかった。やはり、植物を食べることはどうしてもできないが、どうかもう一度、私と共に戦ってはくれないだろうか。とんでもない。こちらこそ、よろしくお願いします。ありがとう。それでは、無事話が振り出しに戻ったということで、その書類、こちらに渡してはもらえませんか。それはできない。では、実力をもって、頂戴させていただきます。この世に芽生える正義を助け、故郷にはびこる悪事を断つ。自ら呼んで、シーガルマン。植物たちよ、もう一度、私に力を貸してくれ！そうそう、クロロフィル。一つ言い忘れていたことがあった。何？その封筒に入っているのはな、偽造された公文書の一種だ。詳しい説明は省くが、それがパーシアスの手に渡ると、この自然豊かな公園は処分されて、化学兵器の製造プラントにされるぞ。そうなれば、もちろんここにいる高麗芝たちも全滅だ。なんだと？はっ！バイタルショック、スタンバイ。バイタリウムスマッシャー！それではこの封筒はありがたく頂戴します。クロロフィル、随分と難儀な道を選んでしまったようだが、グッドラックだ。大丈夫か、クロロフィル。私は一体どうすればいい？大丈夫です、クロロさん。私らも似たようなもんですから。そうだな。一緒に肉でも食いながら考えよう。よく、事務所に行ってバーベキューサイトの利用申請を頼む。
了解です。お待たせしました。例のものです。ありがとう。いやー、しかし、間近で見ると、迫力が違うね。まさかあの場にいらっしゃるとは思いませんでした。たまには、現場の様子も自分の目で見ておかないとね。おっしゃることはよくわかりますが、さすがに御身の安全までは保証しかねます。ああ、用心しておくよ。しかし、銃を突きつけて札束で顔をはたけば、8割の人間は言うことを聞く、だったかね。相変わらずのようだね、東会長も。そうでもありません。おお、というと。その金言には続きがあります。残り2割の人種のうち半分は己の置かれた状況を理解できない愚者である。よって目障りでなければ捨ておいていい。なるほど。残った1割は己の信念を確立している傑物であり、味方ならば頼もしく、敵に回せば恐ろしい。故に可能な限り味方に引き込む努力はするが、不可能ならば最優先で消さねばならない。ですが、会長がもしも相変わらずならば、自分はとっくに消されているはずです。しかしそうなってはいない。老いられましたよ、会長は。なるほど。年を取って丸くなったわけか。自分や会長のようなスタンスの人間にとってそれは致命的です。そしてこれからの時代、そのような人間は社会で通用しなくなるかと。市長も似たようなことを言っていたよ。太公坊さん、閣下にお伝えください。時代遅れとなって久しい人間ですが、必要とされる限り梅雨払いはさせていただきます。そして閣下にとって自分の存在が不都合になる時が来ましたら、迷わず叱るべき処分をお願いいたしますと。そう、悲観することもないと思うが。どれだけ丸くなったところで人の性根は変わりません。特に自分のような人間は猛録したら間違いなく面倒です。よし、わかった。伝えてはおこう。よろしくお願いします。